じゃあ皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。ボーイです。今日はですね、いつも撮ってる Vlog の裏側を撮影していきたいと思います。ボーイがね、どのように動画を撮ってるのか、どのように動画を作って皆さんにお届けしているのか、その様子を約2日間に分けて記録していきましょう。まずはですね、起床シーンを撮んなきゃいけないんですよ。不思議でしょ？一回起きてるのにまたベッドに戻って起床シーンを撮るわけです。そこからいわゆるインサートと言われる時計を撮ったりとか、植物撮ったりとか、そういったものを撮って、朝のルーティンみたいなのを撮っていきましょう。5時50分、約50分、1時間後には出発しなきゃなので、急いで朝の仕事を撮っていきます。頑張ろう。撮影開始。まずはね、こうやって起床シーンを撮っていきましょう。はい、カットを撮ったらすぐ確認して、ワンチャン画角によっては、ものによってはテイク2、テイク3をしなければいけませんね。大丈夫そうですね。次の撮影行きましょう。どうしようかな。なんかカーテン開けに移動してるみたいなシーンが欲しいな。ここら辺に行って、植物越しに向こうから歩いてきてますよみたいなシーン撮りたいと思います。ちょっとした撮影もいろんなアングル、いろんな画角で撮って、最初の冒頭ってめっちゃ大事なんで、そこで飽きないように、なんだろうこの動画って思ってもらえるように頑張って撮ってます。撮ります。ちょっとお気に召さないからテイク2。カット。普段見てる YouTube とか映画とかドラマでもいい画角とかを見つけると、うわこれいいなとか考えながらメモったりしてるんですよ。まだまだ勉強中でね、その物撮りだったり物越しに撮ってみたり下から撮ってみたりとか、いろんな画角で挑戦してこだわって作ってるんですよ、実はね。でしかもこれ朝なの。あと何分で出んだ。でマジで朝は毎日ね、時間との勝負なんです。病院行くまでちょっと時間があるので、今日のタスクを確認して少し作業して、その後着替えて病院に向かいます。もう行く時間だ。行ってきましょう。ただいま。病院終わって帰ってきました。今ねちょうど5時ぐらいなんですけど、このままスマホとか触ったりしちゃうとダラってしちゃうので、外のカフェに向かいたいと思います。ちょっとね気分転換ってことも兼ねるので、そうちょっと着替える前にぜひ僕の背中を見てほしいんですけど、中医学の実習を回ってまして、ちょうどね今日実習の練習でタッピング療法をお互いの生徒練習し合って、僕もやってもらってっていうのをやったので、ちょっと背中を見てほしいんですけど、中医学っていうのは何かっていうと、中国の古代、約3000の歴史、1000年以上の歴史がある伝統的な医学療法になります。どういうものかっていうと、西洋医学との違いは、西洋医学ってすごい個々に部位にとかすごい細かく見ていくんですけど、中医学っていうのは結構体のバランス、全体的な気とか血を、体の全体のバランス、流れとかを見ながら
診察する。例えば脈測ったり舌を見たりとかして診察するんですけど、有名なので言うと鍼灸とか針とかタッピング療法とか、あと一番身近なところで言うと漢方薬とかも中医学を元にした医学療法になります。せっかくね中国にいるので、こういった中医学の実習を回れるっていうのはすごく面白いですね。あと今日針も刺してもらいました。びっくりしましたね。先生めちゃくちゃうまいんで、一瞬でプッて刺して今刺さったのみたいな、あんまり感じが、その針が刺さったっていう痛さとかがなくてびっくりしました。お互いの生徒のねフグっていう気が流れてるとこっていうんですか、ここにね刺したりして、練習してました。ちょっと背中見てほしいんで脱ぎますね。いやーすごいっすよ。見たら結構衝撃かもしれない、初めて見る人は。ほらすごくないっすかこれ。最初はジンジンしてたんですけど、だんだんなんかほんわり、眠かったってのもあるんですけど、こう寝っ転がりながらちょっとうとうとしちゃったりしてました。着替えてカフェに向かいましょう。レッツゴー。よし、外のカフェにやってきました。今から、企画作りというか、これから撮る動画の内容作りとかいろんなものを考えなきゃいけないので、こうやって外に出て、気分転換プラスやっぱいつもねいる場所じゃなくてちょっと違った環境に出るとクリエイティブな活動もしやすいので、そういった意味で外のカフェで勉強していきましょう。企画作る時もそうですけど、中国ってそんな怖い国じゃないよというか、結構文化も近いし日本と似てるんだよっていうのを伝えられたらいいっすよね。あ、着いた。さあカフェに行きましょう。いや、一杯冰美式。今何やってたかっていうと、考えるっつったら企画らしいっすね。最初の方から見てくださってる方とか、昔の動画見てくださってる方気づいてると思うんですけど、僕らも進化してって、編集自体も進化してってますし、撮り方とか、企画も進化して作ってるんですよ。例えば昔の編集だとすごい Vlog っぽい、よくある一般的な Vlog っぽいのを撮ってたんですけど、最近は映画の質感、結構クラシックめな音楽を使ってみたりとか、 Vlog って結構他人の人生みたいな感じでいいなって見るものみたいな感じなんですけど、映画だとやっぱその没入感があって臨場感があるじゃないですか。そうするとやっぱボーヘンもこうやって頑張ってるんだみたいな感じに見えるかなっていうふうにも思ってますし、頑張ろうと思ってもらえる動画を企画の段階から作ろうと考えてます。美味しそう。お疲れ様でした。企画書とかね、アイデア出しとかいろいろ終わったので、帰ってこっから編集しようかな。編集していきたいと思います。お疲れ様でした。ただいま。編集はやっぱり一番こだわってます。これが本当に大変。60時間とか70時間普通にかかっちゃうんですよ、編集時間。考えてくださいよ。働きながらその60、70時間生み出すってどうする？普通に5時までさ、病院行ってるしさ。でもこれ好きでこだわってるんですよ。やっぱり映画とか旅行 Vlog とか見るの好きですし、ドラマとかもね見ますしね。この映画に近づける形ですごいおしゃれに、何回も言ってますけど没入感っていうか、映画見てて見終わった後のなんか感動したなとか、よかったなこの映画みたいになるあの感情、そういうのをこの YouTube で届けられたら最高じゃないですか。そういった思いからこだわって、映画レベルにたどり着けるように頑張って編集もしてます。今じゃあせっかくなんでこんな感じに作ってるよみたいなの見せましょうか。こんな感じでその音楽の切れ目に合わせてちゃんと変えるとか、こういった点もこだわってるんですよ。すごいなんか朝が始まってくる雰囲気がするでしょ。こういった曲選びと動画のカット、本当に非常にこだわって作ってます。で、編集のことをざらざらと喋りましたけれども、ここでスポンサー様からお仕事いただきました。ありがとうございます。紹介させていただきます。こんな風に僕みたいに編集をめちゃくちゃこだわって作るみたいなことを、まずはハードルが高いじゃないですか。なのでちょっと興味持ってるとか、こんな風に作ってみたいなとか、ショート動画、縦動画作ってみたいなとか、そういった編集触れてみたいな、
って人とか、こだわって作りたいっていう人全てカバーできる編集ソフトがこのワンダーシアのフィモーラになります。これすっごくおすすめです。僕はねたまたま違うのを使ってるんですけど、紹介してほしいっていう依頼を受けて使ってみたらめちゃ使いやすい。これはすごいっすよ。何が使いやすいかっていうと、テンプレートが豊富。もうこれが一番ありがたいなって思います。初心者の方が作ったとしてもすごいクオリティ、いいクオリティになるようなテンプレートたちがたくさんあるんですよ。でさらにおすすめしたいのがスマートショートクリップなんですよ。これどういう機能かというと、長い動画とか長い映像を自動的に AI が判断してハイライト部分を見つけてきてピックアップしてくるんです。すごくない？全部見なくていいんですよ。僕さっき5時間見てるって言いましたよ。他にも AI がサウンドエフェクト自動でかけてくれたりとか、特にね上級者もっといろんな画角撮ってる人におすすめしたいのもマルチカメラ機能も超おすすめしたいです。初心者にって部分で細かく紹介していくと、テンプレート機能が豊富ですし、エフェクト、好きなエフェクトをスクロールしてドラッグ&ドロップするだけでその映像にエフェクトがついたりスタンプがついたり、テンプレートドラッグドロップだけで、おしゃれな映画風のオープニングできたりとか、カウントダウン作ったりとか、そういったことができちゃうんですね。もうこれは便利すぎるよ。間違いなくひいき目に見ても初めて編集を触るなら結構このアプリでいいんじゃないかなっていうふうに思います。この一つソフト一つでもちろん YouTube はもちろんですけど、個人的に動画作ってみようかなっていう Vlog だったり TikTok、Instagram 何でも縦動画も編集できちゃうんでね、これは初心者またちょっと始めてみようかなと思う方、もちろん上級者の方も含めておすすめしたい編集ソフトになります。ということで引き続き編集やっていきますかって思ってるんだけど、12時回ってんのよ実は。寝ようかなそろそろね。明日もあるし、この冒頭作ってるって様子もねお見せしましたでしょ。この曲いいな。なんかこうだんだん始まってくる感じがしますよね。よし、ワクワクですね。もしかしたらこの曲変わってるかもしれないんで、そこもチェックしてみてね。いやなんか違うなって多分ボフェ思ったんだと思いますそれでは一旦今日はおしまいだな。寝ようかな。お疲れ様でした。今日もよし、明日も頑張ろう。おやすみなさい。よし、おはようございます。早速なんですけどラグビーの練習行ってきます。よいしょ、帰ってきました。ラグビーの練習が終わって帰ってきました。僕ラグビー初心者なんですけど、まだ始めて1ヶ月半ぐらい。来月頭にね試合があるらしいので人生初なんですけど、やりましょう。頑張ろう。今ね作業はメールの返信を主にしてました。いやー案件多いっすよね。そうなんですよ皆さん本当に。いや正直僕も思ってます。多いっすよね。6月特にこの月だけでも 3,4 本上がってますよね。またさらに7月も上がると思うんですけど、ちょっとそこはご了承ください。これでもね僕ら選んでるんですよ。特に本当にいいものを僕自身が使ってみて、かついいなって思うものとか、これは価値があるなと、僕自身にも合うなとかいいものを紹介してるので、そこは分かっていただきたいです。断ってるもの多くあります。実際これ以上にも届いてて、正直いいものを選んだとしてもこんなにあるっていう大変さがありますね。これの波が一旦割れば、これなんでかっていうと4月の大きな試験があったんですよ。ここの期間2ヶ月間編集がストップしまして、動画がほとんど上がんなくて、その期間にこういったお仕事をいただくっていうのが溜まってしまって、今切羽詰まってる状況なんですけど、ちょっとこればっかりはご理解いただきたいです。僕らもですねこのチャンネルも実は赤字でして、広告収益だけでは絶対やっていけない。特にまず BGM の契約だったりノーションも契約してますね。カメラももちろんそうです。高いカメラを買ってしまっているので赤字なんですよ。ポケットマネーで全部支払ってますし、でこれ編集手伝ってもらってるって話もしましたが、もちろんタダでお手伝いしてもらうわけにはいかないじゃないですか。人件費を払って編集をお願いして高クオリティのものを作っております。例えばエフェクトだったり字幕作業だったり、そういったものはお願いして編集してもらうことによってこの高度を保ててるというかクオリティを保ててると思うんですけど、例えばついこの前最近出てた丸三角四角って書いて理科ゲームをオマージュした Vlog の動画覚えてますか？BGM 実は
著作権に1個も引っかかってないんですよ。なんでかっていうと、趣味で作曲とかができる友達に依頼して5曲ぐらい全てイカゲームっぽい曲全て作曲してもらってるんです。それタダでやってもらうわけにいかないじゃないですか。高クオリティなもの、特にこだわって作ってるんで、そういった部分で人件費がかかっちゃうっていう意味で、お仕事いただかないと黒字にならない。全部ポケットマネーでね払ってましたんで、そういった意味でご理解いただきたいと思います。本当によろしくお願いします。すいません、お仕事いただいてスポンサー様には助かってます。どんどんお仕事ください。このスポンサー様からお仕事いただくっていうのは僕自身も勉強にはなってます。これはすごく大事なことで、じゃなかったら僕もやる意味ないじゃないですか。どういうことかっていうと、ざっくり言うとマーケティングの勉強になってるなっていうふうに思います。この製品紹介してほしいです、こういったものを紹介してほしいですって依頼が来た後に、じゃあどうしたらこの魅力を伝えられるだろう、この、チャンネルの中でどういった動画を作って、どういった風に訴えて、どういった部分を紹介すれば、興味を持ってもらえるか、そこの勉強になってるなっていうふうに思いますし、これって間違いなく医者になった時にできない、医者になって勉強する機会はないものではあると思うので、こういったマーケティングだったりそういった勉強になってるなというか、すごい貴重な経験になってるなっていうふうに思います。さすがにね多いのはごめんなさいということでご理解ください。よし、ミーティングに向かいましょう。帰ったら編集続きだな。お疲れ。お疲れ様でした。時刻は10時半。結構長々とミーティングしてましたね。帰りましょう。帰ったらまた編集かな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ミーティング終わって帰ってきました。こんな感じにね、動画制作の裏側という感じで1日2日かにかけて Vlog をお届けしました。楽しんでいただけましたでしょうか。こだわって作っている様子だったり、こだわって企画をね考えたり撮影してたり、打ち合わせしたり、そういった様子をギュッと詰め込んで、また編集してる様子もねギュッて詰め込んでお届けできたかなと思います。こんな感じに、医学生と、そして動画編集動画制作と、そして運動ですね、メインでいろんなことを頑張ってますので、皆さんも一緒に頑張っていけたらなっていうふうに思います。そういったね励ましとか元気とかを映画みたいな形でお届けできればなと思いますので、今後ともぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。励みになります。コメントも送ってください。いやマジでコメントのおかげで YouTube 続けられてるところもあるんで、皆さんの声を待ってます。ということでちょこっとパソコン触って寝たいと思います。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。再见。I spilled my coffee on my jeans today. The cat knocked my toast onto the tray. Life's a circus act with no trapeze.